はい、こんにちは、富山新藤です。今回ですね、左手が100倍動くようになる練習方法ということでやっていこうと思います。この方法はですね、ジョン・パティトゥッチっていうベーシストが紹介した方法なんですけど、元をたどればクラシックギターとかですね、での方法になりますね。で、結構有名っちゃ有名なんですけど、知らない人も多いと思うんで、今回紹介していこうと思います。では、行ってみましょう。はい、じゃあ実際やってみましょう。で、最初はですね、これタブ譜出てると思うんですけども、このタブ譜の通りなんですが、注意点はできるだけこの押さえてる指を離さずにキープしてやるってことですね。で、これクラシックギターの場合そうなんですけど、ベースでもこれやった方が手がバタつかなくなるんで、結構やっぱり初めの方はなんか指がこうバチッこう動くような感じになっちゃうと思うんで、それをできるだけ押さえるようにですね、こうやったら次の指を押さえるまでは前の指は離さない。で、またこれも動かしてこうですね。こんな感じでやっていきます。で、ちょっと慣れてきたら、でもベースだからこのなんですかね、ギターみたいにギターとかってこの和音楽鳴らすの重要じゃないですか。だから特にこの音を切らさないようにっていう言ったりするんですけど、ただベースだと別に和音とか鳴らす人は鳴らしますけど、そんなにやらなくてもいいと思います。だからちょっとミュートしちゃってもそれは指の運動なんで、あんま厳しくしすぎずにですね、なるべく音を切らずに腕がバタバタしないようにやるって感じで、だからこれでできたらどんどん早くですね。でやっていくと。で、これができたら次はこれをまた1弦と3弦でやります。でこれもなるべく指はこのバタつかさないように押さえつつ、っていう感じで。でも本当にこれは僕はある程度抑えられたらそんなに厳しくする必要性はないと思いますね。こっちを抑えてなくちゃダメみたいなギターじゃないんで。でも最初は意識した方がいいですね。やっぱりその方がいい運動になるんで。ある程度できるようになったらさっきみたいにテンポ上げていくと。結構これやってると結構慣れてくると結構楽にできちゃうんですけど、結構長時間やるっていうか、ある程度長時間っていうか1分とかでも続けると結構きつい運動になりますね。すごいいい運動になります。準備運動とかでもすごいいいですこれで。次がやっぱ1弦と4弦ですね。これ使ってこれもなんですか、指でこう動くんじゃなくて、できるだけこの指だけで、手首を動かさずにできるだけ指だけで動かすように。これだと相当きついんですけど、なかなかベーシストでこの動きはないですからね、普通として。でもこれができれば結構パッと動くやつとかもこのメジャーな6度でのとかも楽になるんで。はい、ということで、この左手の練習はですね、他にも結構いろいろおすすめの練習方法あるんですけど、とりあえず最初にいろいろ一気にやっても仕方ないので、今回は1個だけ紹介しました。だからこれもですね、毎日すごいいっぱいやるんじゃなくて、こればっかりやるんじゃなくて、練習する前にちょっと5分ぐらいやってですね、ちょっとずつテンポを上げていくようにメトロノームとか使ってテンポを上げていくといいです。ということで、この動画が役に立ちましたらいいね、チャンネル登録などして、あとコメントもしてもらえると嬉しいです。ではまた。